はい、こんな感じでちょっと不格好ですけども、再生ボタンを押すと、で、三角に合わせます。あ、入りましたね。これで B レックのモードに入ってるのかな。はいはいはい。さあ、では今からですね、このキャビネットを開けて、X ケース7000の禁断の中身を見ていきたいと思います。はい。では、早速開けていきましょう。はい、ネジは左右3箇所ずつと、後ろに1箇所ということで、はい、これでキャビネットが開きます。じゃあ、開けていきましょう。オープンザキャビネット。はい、キャビネットを開けると、まず右半分のところにドカンと基板が現れました。はい。まず基本的な構成なんですけども、まずメカがここですね。で、メカがこの鉄板の、下にいます。この鉄板がね、上にこうかぶさってる感じです。はい、もう一箇所ここに鉄板で覆われた部分がありますけども、ここが今回のデッキの特徴の一つでもある DA コンバーター。はい。DA コンバーターがここにあります。はい。まあ皆さん、ダックって言いますよね。ダックって。アヒルじゃないですよ。DAC、ダックってね。はい。略しますね。で、この下に、制御系の基板があります。まあ、この後、ちょっと、カメラね、アップしますけども。はい。で、そして、右半分がアンプです。で、今見えてるのが、これがドルビー S の基板です。ドルビー S だけでこんだけ面積使うんですね。ちなみにこのレイアウトとすごくよく似てるデッキが他のメーカーにありまして、それが、ティアックの V8000S です。ちょうど同い年のデッキなんですけども、V8000S も、アンプの基板がですね、2段になってまして、上段に、上段一体が全部ドルビー S になってるというね。はい。そんな形になってます。本当にね、この辺なんか、ティアックの V8000 とそっくりだなーっていう風に、思いましたね。第一印象が、そんな感じでした。そして、この基板の下に、再生アンプだったり、録音アンプだったり、バイアスの発信回路だったり、まあいろいろカセットデッキの基本的な回路がね、この下にいるんですけども、はい。じゃあ、各所アップで見ていきましょう。はい、まずはメカの部分ですね。この鉄板の下にメカがいます。じゃあちょっと鉄板をね、外してみたいと思います。はい、メカが見えてきました。ですね、まあ、まず特徴的なのは、これですね、このフラットケーブル。はい。もうこれ1991年のデッキなんですけども、もうフラットケーブルが使われてます。まだソニーだと ESA の世代なんで、まだ全然フラットケーブル使ってないですし、V8000S もまだ使ってないです。ていうか、ティアックはフラットケーブル使ってないですね。なんで、メカを下ろすときはもうこれを、引っこ抜くだけという。はい。で、まあ、ヘッドの配線はね、もちろん別なんですけども、はい。メカ系の、駆動系の配線は全部これです。はい。じゃあちょっと、カメラを手持ちでメカの後ろ側から映してみます。はい、メカの後ろ側です。ちょっとなかなかいかつい構造になってますけども、はい。で、まあ、特徴的なところは、やっぱりこれですね。ここが、カセットホルダーと、あとスタビライザーですね。の専用のモーターになります。はい。まあ、この、なんだ、これ今、ギアが見えてるんですけども、この辺一体が全部スタビライザーの機構になってまして、ちょっと動かしてみますか。はい。ちょっと今、電源入れましたんで、ちょっと動かしてみますね。じゃあ、オープンします。はい。こういう風に。この、なんだろう、オレンジのギアが回って、こういう風にカセットホルダーが開閉すると。はい。
で、カセットを入れると、はい。さらに、カセットホルダーが閉まった位置からさらに回って、スタビライザーを押さえつけるというね。はい。そういった機構になってます。はい。そして、カセットホルダーの、機構の上ですね。はい。ここがキャプスタンモーターです。キャプスタンモーターは、本当に普通の、サーボモーターです。はい。まあ実はXKS9000 もダイレクトドライブじゃなくて普通のモーターなんですよね。多分これと同じだと思うんですけども。はい。で、ですね。で、こういうところになんて言ったらいいかな。ダンパーなのかな。ゴムでこうやって支えてますけど、まあ、これ大体へたるんですよね。これへたってここがちょっと遊ぶようになってくるんですよね。はい。なんでちょっと、オーリングをちょっとかませて補強してありますけども。はい。で、フライホイールはね、なかなかでかいものが使われてまして、ちょっと見えないんですけど、ベルトがこれ2本使われてるんですね。まず見えてる1本が、このモーターのプーリーと、こっちですね。巻き取り側のフライホイールに、つながってて、さらに、このフライホイールの内側にもう1本ベルトがかかってまして、それが、送り出し側のフライホイールに、こうかかってると。ちょうど見えますね。はい。あとはですね、ヘッドをどうやって上げてるかなんですけども、これはですね、実は、安いデッキによく見られるような、キャプスタンから動力をもらって、動かすという、そういった機構になってます。はい。まあ、いわゆるサイレントメカではないんです。はい。なんで、再生ボタンを押すたびに、ことガチャンって音がします。まあ、ちょっと安いデッキよりはちょっと静かですけどね。はい。まあ、ここをよく見ると、ソレノイドが2つついてます。はい。ですね、どっちだったかな。こっちが、早送り巻き戻し用で、で、ここが、再生用ですね。ヘッドを上げるためのソレノイド。はい。というふうに、まあ、ちょっとこう、2つのソレノイドに分かれてるっていうのは、ちょっと、他のデッキと違いますね。なんかソニーの TCK75 とかもなんかそんな感じのメカでしたね。ソレノイドで、切り替えてキャプスタンから動力をもらうっていうそんな機構ですね。はい。で、これがリールモーターですね。ということは、でもツリーモーターか。一応3モーターですね。リールモーター、キャプスタンモーター、カセットホルダーのオープンクローズモーター。あとはそうですね、ネタとしてはここですね、なんかこう、不自然に、こう、ポカーンとここ開いてるんですけど、ここはですね、ちょっと調べたら、これまた、XKS9000 になると、ここにまたもう一個モーターがつくそうなんです。はい。どうやら再生の時の、巻き取り専用、再生専用の、巻き取りモーターがここにつくそうです。はい。そうなると、もうさらに、7000でもだいぶごっついメカしてますけど、9000になるともっとごっつくなるんでしょうね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。次はここですね。DA コンバーター、DAC です。はい。また鉄板で追われてるんで、じゃあちょっとまた外していきましょう。はい、開けるとですね、基板の裏側が出てきます。はい。で、なんかここに表面実装の IC チップがありますね。表は多分これ普通のね、プリント基板だとは思うんですが、これ、なんか外して表みたいですよね。これなんか外せないかな。なんかちょっとやってみますか。あ、ちょっとこれは外せそうですね。ちょっと外してみましょう。あ、意外と簡単に外れるんですけど、配線大丈夫かな。はいはいはい。この配線は、トランスから来てます。これ。なんで、これは電源ですね。裏は裏は何もないですね。だから、そうですね、ここから、なんかちょっと、若干分解動画になっちゃってますけど、はい。なので、
多分これ外したら表見えるんですかね。ちょっとやってみますか。なんか外れそうですね。はい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 。よし、これで多分外れます。来ましたね。はい。どうなってるのかな、これな。電源はこれ抜いても大丈夫かな。大丈夫か。ちょっと抜きます。よいしょ。よいしょ。はい。こうなってました。これどんな回路になってんかな。このなんか怪しいパイオニアのマークがついた IC があれかな。なんか、あれですね。ダックっぽいですね。確かにパイオニアのデッキにもね、デジタル入力のデッキありますもんね。はい。で、そして、右が、これは多分、アナログ信号に変換したやつを、多分ここで、なんかオペアンプがついてるんで、増幅して出してるのかな。はい。いやー、ここにもあれか、いるか。オレンジのフィルム。で、ここが、多分、あれですね、デジタル、この回路に供給する電源を作ってるという。この電解コンデンサー、頭の、なんかこのね、なんて言ったらいいの、このフィルムが頭の部分だけなくなってますけど、これはあえてやってるのかな。ここだけなんかすごいいいコンデンサー使ってますね。はい、ここだけ日コンのミューズですね。デジタル回路っていうことでもうちょっとなんかぎっしり、高密度になってるのかなと思ったら意外と単純なんですね。なんか結構すっきりしてますね。ちょっとダックを取り付ける前にちょっとこの下を見ておきましょうか。取り付けちゃうと見えなくなっちゃうんで。はい。制御系ですね。制御系の基板ですね。まあ電源もあるんですけど、はい。マイコンがこれは三陽製の IC ですね。三陽製のマイコンですね。はい。で、ここは何だろうな。なんかモータードライブじゃねえかな。違うかな。なんかちょっとわかんないです。違う、モータードライブはこっちだ。はい。これはおそらくモータードライブの IC ですね。きっとね。で、XKS9000 用の、なんか、ここ、ね、部品の、この取り付けの印がね、ここにありますけど、はい。9000になると多分なんかここがつくんですかね。そっか。モーターがもう1個つくから、多分ここにもう1回路、モーターの駆動回路が多分つくんじゃないかな。なんかそれっぽいです。ここが並活回路ですね。はい。でっかいコンデンサーがいますね。25V の4700。ここは25の2200。はい。ここがトランスの出口です。こんな風になってるんですね。で、右側のトランスが、アナログ用の、トランスですね。で、隣がデジタル系の、電源ということで、これが、ね、DAC につながってる電源の配線。あとは、そうですね、これは、あれですね、おそらくモーターとか、まあ、いわゆる制御系の電源でしょうね。なるほどね。これがね、ここから 100V が来て、ここで分岐するんですね。こっちのトランスとこっちのトランスに。へえ、すごいな。はい。では、右半分のアンプの部分に行きましょう。で、今見えてるのは先ほど、見ていただいたドルビー S の基板ですね。で、ちょっとふと思ったんですが、これ IC ついてますね。で、この IC、ソニーなんですよ。ソニーの IC が載ってるのに、ソニーよりも早くドルビー S を搭載したっていうのはどういうことでしょうかね。まあ深いことは置いといて、ちなみにソニーのドルビー S の場合は、もっとこう、どれぐらいだったかな、こんなサイズの、表面実装の、チップ部品で固められた
ちっちゃな基板がね、ついてるんですけども、はい、あれはソニーだけですかね。もうこの基板、このでっかい一体に、ドルビー S の回路があるっていうのは、まあ、ドルビー S のいわゆる出始めの、頃の基板ですね。で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、エンコーダーとこっちデコーダーって書いてありますね。ということは、手前半分が、エンコードなので、録音ですね。で、奥半分がデコードなので、再生側の、回路になります。はい。で、出始めのドルビー S はですね、まあ、V8000S もそうなんですけど、こう調整がついてるんですよね。で、8030、90年代中盤のやつになると、ここ確か調整がつかなくなると思うんですけど、はい、ソニーはもう全部ついてないと思います。ちっちゃな、チップ部品の基板で、全部固められちゃってるんで。はい。で、まあ、ここにもね、オレンジのフィルムコンデンサーがいますね。これ飛んだらどうなるんですかね。なんか、あれかな、なんかドルビー C とかにもね、初期のドルビー C とかにもよく使われてましたけど、やっぱ特性というか、ブリージングがものすごいことになるんでしょうかね。はい、では、この下にね、基板がありますので、ちょっとこれをどけてですね、下をちょっと覗いてみたいと思います。はい、ではネジをちょっと外します。はい。はい、開けるとですね、アンプの基板が出てきます。はい。で、ここが電源ですね。ここがアンプの電源です。なんかこの辺はちょっとあれですよね。ちょっとソニーに似てますよね。このなんだろう、こう電解コンデンサのレイアウトだとか。なんかちょっと似てますね。うん。で、そしてここが再生アンプですね。再生アンプは、ほんとこれだけです。これだけです。ソニーの333とか555に比べたらもう全然もうこんだけなんで、なんだろう、さっぱりしてますね。なんか前回のコメントでも確かあったと思うんですけど、i1 の方がソニーよりもちょっと、なんだろう、ちょっとあっさりした音になってるっていうことなんですけども、やっぱ回路を見ると、なんかそういう風に思いますね。うん、こんだけしか、ここにオペアンプがあって、で、なんか特にこういろいろオペアンプとかコンデンサーを通してるっていうわけでもなくて、ここがまあフィルターで、再生レベルの調整がついていて、本当にシンプルですね。なんとなく、その理由もなんかわかる気がします。はい。で、その下がドルビーの、これはビート C の、IC ですね。確かにね。多分9000も同じなのかな。はい。まあ、ひとまず、こんな感じで。で、ちょっと、このスイッチの棒で見にくいんですけども、ここに録音用のドルビーの IC があります。で、ちょっとカメラを引きましたけど、録音アンプがここなんですね。録音がここなんですね。はい。なんか録音アンプはなんか意外としっかりしてるっていうか、なんかちょっとレイアウトが綺麗になってますね。はい。で、ここから右が、バイアスの発信回路。で、あ、そう。これ、オーナーさんにちょっと聞かれたんですけど、このデッキ、ちょっと説明し忘れてましたけど、HX Pro のオンオフができるんですね。ということは、まあ、HX Pro を搭載してるんですが、どうやらこれ、HX Pro の回路、ディスクリットで組んでるそうなんで、見てみたんですが、確かにね、IC がないです。よく、HX Pro 搭載してるデッキの場合って、NEC の IC が載ってるんですよ。で、それが、ない。ないですね。ないですね。どこ探してもないですね。まあちょっと写真の方が見やすいんで写真で出しますけど、ちょっとね、怪しいコイルがね、あるんですよ。多分これがなんか HX Pro に関わってるんじゃないかなって思います。はい、そしてあとはこの基板で残ってる部分はですね、ここですね。ここにキャリブレーションの、テストトーンの発信回路があります。ここですね。はい。でここに調整がついてます。
はい、基板はこれで全部なんですが、最後にですね、第1話で紹介しました重たい木の板ですね。あれをちょっとですね、デッキをひっくり返してちょっと外してみたいと思います。はい、ちょっとお見せしたいと思います。はい、ではデッキをひっくり返すので、ちょっとこのままだと傷がついてしまうので、養生します。はい、じゃあひっくり返していきますね。はい、重たいですね。めちゃくちゃ重たいですね。よいしょ。はい。で、一回横にします。よいしょ。で、ゆっくり置きます。はい。はい。これで全部かな。いきますね。はい。じゃあ、開けていきましょう。オープンザ底板。よいしょ。はい。はい。基板の裏が出てきました。で、ここになんか配線が来てますけど、これが、再生ヘッドの配線です。なんとハンダ直付けです。はい。で、そして、問題のこの、底板なんですけど、こういう風になってましてね、鉄板、まずここが木の板なんですけど、この木の板にさらに上から鉄板を貼り付けてるっていうね。はい、いやー、これだけでもね、どうですかね。なんか3キロぐらい、3キロ、2、3キロありそうですね。うん、片手で持つと本当に筋トレできそうな、そんな感じの重さになってます。厚さだけでもこんなにありますもんね。コメントでもいただいてましたけども、重たいデッキの方がいいっていうことで、はい。なんだろうな、高級機は 1g でも重たくするのが正義っていうちょっと言い過ぎかな。でも、なんか確かに、ちょっと、なんとなくわかる気もします。重たい方がちょっといいデッキに見えるってことは確かに、そうだと思います。ただ今回のデッキは、こういう風に、木の板で、いわゆる支重っていうんですか、重しですね。はい。それをつけて、ちょっとこの重厚感を増してるというね、はい、そんな形のデッキになってます。はい、3回にわたって紹介してきました X 係数7000、アイワのデッキですね。はい。僕初めてアイワのデッキ触らせていただいたんですけども、感想をまとめると、やっぱ変態ですね。はい。このデッキはね、1991年、アイワのフルサイズの最終世代のデッキなんですけども、この時代となると、80年代ほどね、個性が強くはないっていう、そんな世代になるかと思うんですけども、B レックという変態機能を、最後の最後に載せてしまったということで、相葉の変態さを最後まで貫いて、いったというね、はい、本当ね、相葉のその変態ぶりをね、とても実感することができました。はい。これとなると、80年代の相葉とかね、もっとなんかすごいというか、やばいというか、はい、ね、自動表示システムだとかね、あとコンピューブレインとか、オートチューニング機能ですか。はい。もうデザインもなんかすごいですよね。恐ろしいデザインしてますよね。あれなんだっけ ?FF90 でしたっけ、あれとかすごいですよね。はい、ということで、今回ね、初めてアイワのデッキ触って、アイワのデッキの、面白さ、変態さっていうのにね、気づくことができましたんで、あと、そうですね、この上位の9000とかね、あと、一世代前のエクセリアの、XK009 ですか。あれもね、ちょっと気になってきましたね。はい。またね、ちょっと機会があれば、他のアイワのデッキもね、紹介していきたいと思います。はい。ということで、3回にわたって見ていただきありがとうございました。また、アイワの他にもね、あと、ローディとかもね、超ド級デッキがいますんでね、機会があれば、ぜひぜひ、取り上げていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。はい。では、また。
はい。じゃあ、アフタートーク行きましょう。今回はですね、ちょっとネタが多くて3回に動画を分けました。はい。で、あとお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、英語の字幕をつけてます。はい。で、英語の字幕、まあまあ効果が出てまして、第1話はですね、2割の方が、なんか英語の字幕をオンで見られてるっていうデータが出てきまして、アナリティクスっていう、解析画面でね、見ることができるんですけども、はい。僕の動画が世界中から見られてるんだなっていうことをね、実感しましたね。Thank you watching from overseas. はい。ということで、まあ、3回に分け、まあ、翻訳ね、結構大変だったんですよね。まあ、翻訳結構時間かかるんですけども、まあでも3回に分けると、まあまあ、多少はやりやすくなるかなって思います。前の TIAC-V900X とかね、あれ40分の動画だったんで、翻訳するのめちゃくちゃ大変だったんですけど、はい。まあ、3回に分ければなんとか、まあ、20分程度の尺だったら、まあまあ、なんとかできるかなっていうところですね。はい。はい。まあ、ちょっと今回の動画の制作のちょっと裏話的なところをね、お話ししました。はい。ということで、最後にですね、本編では紹介しなかったんですけども、一応こういう機能もついてますよっていうことで、ちょっと最後にお伝えしておきたいと思います。これはね、絶対と言ってもいいかな。使わない方がいい機能です。はい。はい。で、再生させまして、今音流れてますよね。これ再生状態で早送りを押すと、わかりましたかね。再生中に、早送りもしくは巻き戻しを押すと、キューイングって言って、音が鳴る状態で早送り巻き戻しをするっていうね、そういった機能が使えるんですが、まあ、お察しの通り、テープと、ヘッドをですね、高速で擦らせてしまうんで、まあ、ヘッドには大変よろしくないっていう、ことでございますので、はい。まあでも、一応こういう機能がついてますよっていうことで、ちょっと、最後にお伝えしました。はい。ちょっとね、間違ってこれ押しそうですよね。普通に早送りしたいときは、一旦止めて、早送りということで、はい。まあちょっとアイワのデッキ使う上ではね、ここ気をつけた方がいいですね。はい。では、長時間見てくださってありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。はい。ではまた。